伊藤和恵の山梨旅、まずは宝石の町甲府へ。山梨は実は天然石や宝石が有名だと知って、ぜひ制作現場を見たくなっちゃったんです。大きい指輪があったすごいわかりやすい。かわいい。こちらラッキー&カンパニーさんはジュエリー制作を始めて87年という老舗。こんにちは、お邪魔します。わあ、よろしくお願いします。これはこちらの壁に伝っている原型になります。おお、いろんなあれですね。指輪もペンダントも指輪のさまざまなデザインがありますよね。この壁にはね、約4万本。そんなにある。特別に金や銀を溶かして加工する現場を見せてもらいます。じゃあ今24金のありがとうございますこれは100グラムありますのでね。純金。今から作るのは指輪の土台となるリング部分。銀を溶かしてこの石膏で作った型に流し込みます。見ていただくとまた地金が溶ける様子とかも、シルバーは1030度ぐらいで、金関係は1200度前後。わあ、溶ける溶ける。もう完全に溶けて、なんかくるくる回ってますね。液体に、冷水につけることで石膏が一気に崩れていきます。一体どんな形で出てくるんでしょうか。きれいに洗い流していくと今度地金のツリーができてきます。できてるツリーが。なるほど。やっぱり量産するのに時にはバラバラでやると大変ですもんね。そうですね。やっぱくっつけた方が早いんだ。こちらは木の形をしたリングツリー。まだ銀の輝きはありませんが、ここから切り離し研磨、さらに宝石をはめれば指輪が完成。ツリーから切り離したペンダントトップと天然石の中からアメジストを選んでネックレス作りに初挑戦です。どこの国ですか。私ネパールです。ネパール。来て日本もここで職人26年ぐらいやってます。いや、すごい長いわ先ほどこれご覧になったと思うんですけども、こういう状態で今くっついてた。そう、くっついてるものを今切ってます。だからそこの切り口だけちょっと光ってるんですね。そうです。ここからはひたすら削って削って磨いて磨いてアメジストをはめ込んで、さらに磨いて。熱いのですごいピカピカになりましたね。すごい綺麗になってます。本当ですか。すごいいい感じですね。あとは好みの長さのチェーンをつけて完成。いや、これはこのように1個しかない。そうですね。どうですかね。いいと思います。いいと思う。すごいです。素敵です。やったさあ続いては山梨の美味しい水を使った私の大好きなあれを求めてやってきました。杉玉が見えてきましたよ。ということは私のもう一つ大好きなものがありそうですこちらは創業1750年という老舗の山梨名城さん。山梨随一の日本酒銘柄七軒を作る酒蔵なんです。こんにちは、お邪魔します。山梨ってなんかワインのイメージがすごいあるんですけれども、山梨県はお水の量が非常にミネラルウォーターの 40% の割合を山梨県がお出ししている。じゃあちょっとすごい味が期待できますね。七軒自慢のお酒を特別に試飲させていただきます。ワイングラスだ。はい、お酒に合うものを選んでご試飲していただくのは山の霞といって薄濁りが特徴の日本酒のスパークリングでございます。
なんか日本酒のシーンってね、ぐい飲みとかでこう来る感じなんですけど、はい、まず初めに泡物で乾杯をしていただくと言いましょうか。なるほど。炭酸ガスは注入はせずに瓶の中で発酵させて出た自然のガスを利用して、シャンパンと同じ製法の甘めなのかな、甘い香りがしますね。いただきます。あ、甘くない。いや、これ美味しい。お米の自然な甘みでございまして、全体的には非常にすっきりとした後味にも、ちょっと辛口寄りな感じですよね。はい、感じますね。すごく飲みやすい。なんかどんなお食事にも合いそうな感じしますね。はい。そんなことを言いますと、中でもぴったりなおつまみがあると持ってきてくれたんです。塩麹漬けのモッツァレラチーズでございます。あ、すごい硬い。はい、セミハードといって塩麹のしっかり効いたモッツァレラチーズでございます。なんか何も言わなければたくあんかなって。塩だけでなく、やはり塩麹を使っているので、甘みもちょっとある感じで、これと合いますね。これどんどん飲んじゃうね。はい、これがあるとお酒が進みますね。進んでしまう。はい、ほろ酔いの私の前に、この酒蔵でもトップクラスの日本酒が。マイナス5度以下の環境で熟成をさせた純米大吟醸酒です。これはおいくらくらい？こちらは税込み価格22,000円。低温で貯蔵しておりますので、非常に角も取れて、それでいて香りのフルーティーさというのは持続しておりますので。あ、でも最初はちょっと甘みがきて、はい、なんかどれも後味すっきりしますね。お水の良さを体現する酒造りを目指しておりまして。なるほど。はい、すっごいなんか気持ちよくなってきました。そうですよね。続いてやってきたのは身延町の西島。昔から書道の神の里と言われています。おー、西島和紙の里。書道士の里って書いてある。まあでも本当に手すきしてるところって見たことがないから楽しみですね。実は私、8年ほど前から書道を真剣に学び直していまして、書道道具のことをもっと知りたいとずっと思っていたんです。100年以上大判の手すき和紙を作っているという山重製紙さんにお邪魔します。あ、こんにちは。よろしくお願いします。こちら450年前から紙を作ってる和紙の産地になっていまして、そうなんですね。書道用紙が盛んでして、にじむ紙が、にじむんだ。にじんで墨の色がきれいに出る、そういった紙を作ってまして、以前使ったにじむ紙だと字がぼやけてうまく見えなかったので苦手意識があったんですが、こちらの紙はなんかいい感じのにじみ方ですね。あ、すごいなんかうまく見える。こう味わいがあるっていうか、書いててもすごいこう墨がグッと入っていくのが分かって、ちょっと買って帰ろう。この紙。絶妙なにじみを表現する西島和紙。どうやって作られているのか、その作業を見せてもらいます。あ、こんにちは。お邪魔します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。これが今もう紙になってるんですか？そうです。なんか白い水が。はい。水の中に繊維を入れて、はい、で竹で編んだすだれでこして、で紙を1枚ずつ、でこれを後ろの方にそーっと重ねましてね、泡が入らないように気をつけながらこう転がして、これ今度は剥がすと下に。あ、すごい。機械で作るとこの目が潰れてしまってツルツルですよね。これがまたいいんだよね、この線が。手すきの紙の裏にはこのすだれの跡が。これが機械すきの紙にはない絶妙なにじみを生み出します。
重そうですね。今こうゆすって簡単にゆすってますけど、はい、4、50キロこう水が溜まってて、それをゆすって。4、50キロもある。こんな重い重労働な仕事、女性って珍しくないですか？この大きさの髪をすく女性というのはこの地区でも1人だけ。1人だけ。なんでこのお仕事始められたんですか？昔からものづくりが大好きで、この紙すき職人の募集を見て頼み込みました。そうなんですね。もうすごい断られました。そうなんです。女性ですと体力的に無理ですよって1週間だけっていうことで試してやってもらってからずっともう5年。5年。そんな西島唯一の女性職人さんからやり方を教わって私も挑戦です。ペダルを踏めば紙の原料を溶かした水が流れてきます。まだいいですよ。で前後に移ります。結構重いよ。全然。はい、いいですね。そしたら台の下に手を入れて余分な水を向こうへ流します。うわ、重っ。で持ち上げます。重っ。見た目よりかなり大変な作業です。そしてこのすいた紙を今度は乾燥させます。70度に熱した鉄板に貼って乾かすそうですが、こちらも大変そう。みんな女性。はい、みんな女性です。全員女性だ。女性ばっかりですね。今度は1枚ずつ紙を剥がすんですけど、紙の厚さがだいたい 0.7 ミリぐらい。女の人の手の方が綺麗にいくらしいです。昔は乾かすのは女性、手すきは男性だったと言われていますが、今は男女関係なく伝統の技が引き継がれています。そんな上の里よりさらに奥の山あいに古くから書道を支えている集落があるんです。作ってる工房がここですね。こちらがその雨旗すずりを作っている健勝庵さん。この地域では700年以上前からすずりを手彫りで作っているそうなんです。こんにちは。はい、こんにちは。よろしくお願いします。はい、こちらの方です。どうぞ。すごいいっぱいある。これはね、みんな網旗の石で作った網旗すずり。へえ。ここのすずりのね、最大の特徴っていうのはやっぱり墨をする丘がどういう状態になっているか。いいすずりほどこの丘と言われる部分で墨をすると粒子の細やかな墨液が作られるそうです。雨旗すずりは見た目も手触りもすべすべですが、マイクロスコープで見ると本当だ、ザラザラしてる。実際は凹凸になってるんですよね。ありますね。一方こちらのすずりを見ると凹凸があまりないように見えます。これが雨旗すずりの特徴なんです。やっぱり雨旗の石っていうのはその縫合が均一でね、墨も滑らかに降りる。なるほど。さらに今ではすずりの石の独特な性質が注目を浴びているそうで、普通の石とすずりの石を同時に電子レンジで温めてみると、すごい熱い。あれ、こっちは全然温まってない。全く同じ状態で、電子レンジでちょっと温めてみたんですけども、最大の特徴は遠赤外線の放射率が約 90%。温めやすく、また温まった場合は冷めにくいって、そういう性質がこの石にはあります。遠赤外線効果でいろいろ活性化するらしく、すずりの石で作った皿と普通の磁器の皿に醤油を入れると変わる？はい、普通の。しょっぱい。味が全然違いますね。私も自分の家で使ってみたいと思います。こちらではすずりを作る体験も。すべてのみですね。削れるんだ。そうです。のみで。のみですべて掘ってすずりの形に作っていくんですよ。海の部分が大きいのが欲しいんですよ。これ。これが一番いいと思う。これが一番いい。じゃあこれ。
硯職人望月さんのアドバイスを受けながら、まずは掘り下げる周りの部分に溝を掘っていきます。すごい大きいですね。彫刻刀ぐらいしか使ったことない。わ、これすごい力がいる。これは大きいの選んじゃったな。丘と海の位置が決まったら、専用の大きいのみで掘り下げます。目標は海の深い硯です。魅力って何ですか？魅力っていうのはやっぱり石の良さですね。やっぱりいいところと悪いところってありますので。ああ、そうなんだ。だから本当にいい石で硯ができた時は本当嬉しいですよ。へえ。望月さんのお話を聞きながら、私もいい硯を作ろうと頑張ってみたんですが、白くなっただけ。お願いしてもいいですか？はいはい。1ヶ月後、仕上げてもらった硯が私のもとに。望月さん、ありがとうございました。お願いします。伊藤和恵57歳、踊ります。伊藤和恵山梨県の旅、紙と硯作りの後は書道部が活躍中の高校を訪ねます。あ、こんにちは。あ、書道部の方ですか？いや、みんな袴で、わ、大きい筆もありますね。書道パフォーマンスの時はこの大きい筆を使って。どのぐらいの大きさの紙に書くんですか？縦4メートル、横6メートルぐらいの。結構、はい、大きい紙にダンスも交えて文字を書く書道パフォーマンス。山梨県は県内で独自の大会が開かれるほど盛んで、甲府南高校も大会やイベントなどいろんな場面で演じているそうです。書道パフォーマンスをやっているのが魅力的だなと思って私は入部しました。なるほど。よかったら一緒にやりましょう。いや、無理でしょう、多分。いや、できますかね。できます。ダンスや大きい筆、いろいろ不安は残りますが、思い切ってやってみます。南高書道部の伊藤和恵です。じゃあお願いします。いや、もういきなり。一番大きい文字を書く大役をいただいたんですが、大きい筆自体が初めてなので、まずは練習。先に足を下げていって、手をこう先に動かしちゃうと、掃除をしているような感じにどうしてもなってしまいますので、見え方も大切。そうですね。先にこう足を動かしといて、後から手を持ってくるような。大きい筆の扱いにダンスと課題は多いですが、練習中の空に希望の虹がかかったところで、お願いします。お願いします。甲府南高校と私、伊藤和恵による書道パフォーマンス開演です。世界各地やネット上で争いが絶えない世の中への彼女たちなりの思いを文字に。ここから次々に入れ替わり、文章を完成させていきます。どの言葉を誰がどこに書くかも彼女たちが自分で考えたんだそうです。ダンスはちょっと多めに見てもらいまして、出番です。彼女たちがどれだけの思いを重ねてこの作品を作ったのか、この一文字で伝えたい。すごい。初めてとは思えないほど上手に書かれていて、もうすごいなと思います。やったー、褒められました。嬉しいです。なんか皆さんすごいですね。書体も一緒だし、字の大きさもみんな整ってるから、
一人が描いたみたいな統一感があって素敵だと思います。今回の山梨の旅、書道を始めて8年になりますけれども、すずりだったり手すきの和紙を初めて見たりとかで、最後はこの書道パフォーマンスにも初めて参加できて、とてもやりきった感があります。でちょっと後片付けお手伝いしていきます。